宮古島についてきてくれたノリのいい2人と来ました。1人は研究室の友達で、もう1人はハンバーガー一緒に食べてくれた子です。マックの動画でね。はい。で飛行機ね、いつも通りね、成田空港、格安空港なんですけど、めっちゃ綺麗だよね、空。宮古島ってわかるかな。なんか位置的にはね、ほぼ台湾で、沖縄より全然遠い、結構遠いんだよね。それでなんで行きたかったっていうと、僕結構橋が好きなんだけど、日本で一番長いって言われてる伊良部大橋っていう橋があるんだよね。3キロくらいある、島と島を結ぶ橋。その橋が見たいっていうのがあって、今回ね旅行行きました。でもなんかいきなり成田空港でね、友達がね荷物検査引っかかっちゃって、なんか小型ナイフみたいなやつなんかもうなんだっけ、財布かな、鍵とかにつけてて引っかかってて、なんかもう捨てるか車帰るかの2択で、もうなんかその子はお父さんにもらったからって言って全力で車まで走ってなんとか間に合って、なんか1日目から結構あれだったんですよね、あたふたしてたっていうか。で今映ってるのが伊良部大橋、すっごいよね。この日は曇りだったんだけど、でもなんとか、ほら橋さ渡って右も左も海、何にもない海、めっちゃ綺麗で、これ問題のレンタカーなんだけど、レンタカー借りたんだけど、このエグくて、この車普通走行距離なんだろう、10万キロいかないよね、レンタカーって。でもこの車25万キロもうすでに走ってて、なんか音楽も左側からしか聞こえないし、なんか窓も全然閉まらないし、でなんかハンドル腐ってたから、結構怖かった。でこれ宮古島サイダーだね。なんか飲んだ感じ、ほんと若干塩味のサイダー、若干塩、味は本当に普通のサイダー、でも250円した。だけどなんか当たり付きの自販機で買って当たりが出たんで250円で2本もらいました。でこれなんだっけ、ブルーシールっていうシールだっけ、ブルーシールだっけっていう、なんか沖縄にあるアイスクリーム屋さんなんだけど、ここに行き着いたあれもなんかこう宮古島でデジタルデトックスしようって話になって、誰もスマホを使わないで旅したんだよね。だから観光地とかも全然分かんなくて、その標識にあるなんか地名を頼りに適当にドライブして、でも全然昼ご飯なんだけどご飯食べれなくて、行き着いた先がこのアイスクリーム屋さん、で650円のパフェ食べたんだけど、これがマジでうまかった。マジでおすすめ。ブルーシールアイス行ったら絶対これ食べてほしい。650円とは思えないくらい美味しい。めちゃくちゃ美味しかった。でこれもデジタルデトックスの例外なんだけど、なんか適当に走ってて、適当な浜辺で初日ね、ここも別に観光地とかでもなんでもなくて、ただの道端の浜辺、だけどすごいよね、めちゃくちゃ綺麗だよね。そんでなんか穴が開いてんだよ。
にいるのがカニなんだけど、捕まえようとしたけど足が速すぎて無理だった。すっごいんだよ、ほら速い。ちょっとカメラ用意しちゃうかもしんないんだけど、電報でつっついてもね、まあそれは出てこないよねって。ただ奥に逃げられただけ。でもカニ宮古島来て一番最初に感じた海のなんだろう、離島感を初めてここで味わった。カニとかヤドカリとか、ぶっちゃけそれまでなんか全然離島の感じしてなかったから、なんか宮古島って真っ平らなのよ。山がないから平らで、その高いとこからの景色とか見れないから、基本的に浜辺とか走ってても海見えないんだよね。高低差がないから海見えない。もう緑が生い茂っちゃってて海見えないから、街中走っててもその景色見れないんだよね。そうだからここでめっちゃ海感じました。でこれがなんだっけな、砂山海岸だっけな、ちょっと名前全然覚えてないんだけど、めっちゃ綺麗じゃない？ここはそう、ここもね知らなかったんだよ。スマホ使えないから何にも分かんないで旅行してて、でも観光名所も分かんなかったから、ドン・キホーテにさ行ってさ、ドン・キホーテのお土産コーナーでこの砂山海岸ってとこ見つけてそれでカーナビで設定して行ったって感じ。ごめんなさい、めっちゃ画面揺れちゃって申し訳ないんだけど、綺麗だよねマジで。ここら辺でちゃんと海感じたな。なんか食ってるな。カメラはぐちゃぐちゃだな。この時ね多分裸足なんだよね。裸足で歩いててめっちゃ足痛かった。ほらやばくない？めちゃくちゃ綺麗じゃない？えぐいでしょ。海もさ行ったことあんの？静岡とかさ神奈川とかそういう関東の海しか行ったことないから、なんかちゃんとした島の海初めて体験して、これ結構綺麗だって覚えてるけど、3人で行ったんだけど残りの2人があんま感動しなかったね。綺麗じゃんって言ったんだけどね。はい、でも切り替わって、これいつ食べたかな、2日目の昼かな。もずく麺食べました。なんかそばにもずくが練り込まれててめちゃくちゃ美味しかったね。そう、これもなんか1日目に走ってたら見つけた行列のお店で、これはね写真ないんだけど、シュノーケリング終わった後のマンゴースムージーね。で2日目はシュノーケリングに行ったんだけど、それの帰りにね、ちょっと完全に名前忘れちゃったんだけど、東大に行ったんだよ。そう、東大に行きました。でちょっとシュノーケリングの話するけど、シュノーケリング1時間くらいだったんだけど、ウミガメ当時も写真撮ったし、ニモとも写真撮りました。めっちゃ良かったね。なんか本当はね、スキューバダイビング、酸素マスクみたいなやつしてさ、深く潜るやつ予約してたんだけど、それ行けなくなって、もう急遽シュノーケリングね行きました。
シュノーケリングよかったけど、なんか集合写真撮った時になんか俺だけめっちゃ笑顔で、残りの2人もなんか疲労困憊の顔してて、マジでなんか俺だけテンション違うなみたいな、疲れ切ってて、なんか筋トレした方がいいんじゃないかなって言いました筋トレしてないからこんなんでへばっちゃうんだよって。でこれが海岸じゃないや、東大からの景色かな。すごいよね。なんかもうここね、一眼レフでさ撮りたかったんだけど、一眼レフ持ってきたかったんだけど、なんかもう2日目はさ一眼レフ重くてなんかもう置いてっちゃったんだよね、車かホテルに。だからもうスマホの映像しかないんだけど、それでも綺麗だよね。やっぱ灯台の上だと風がすごい吹いてくるからさ、めっちゃ気持ちいいんだよね。でこれ映像出ないかな。そうほら、これで向こうに映ってるのが宮古島なんだけど、すごくない？真っ平ら、山がマジでないんだよ。さっきも言ったけど平らすぎて、そう内陸から全然海見えないんだけど、すごいよね。この平らすぎてさ、この景色って見たことある？俺は人生で初めて見たね、こんな平らな土地。ある意味でこれは感動したかな。なんかこんな平たい土地あるんだって。海も綺麗だしね。でも正直ね、この春が台湾に行ったんだけど、正直台湾より充実してたかもしんない。まあこれは気分もあるけど、台湾はね、アクティビティとかないじゃん、もちろん。そうだから体動かしたいとか夏感じたいとかだったら絶対宮古島。台湾はやっぱ海外の雰囲気味わいたいっていうならもちろんいいんだけど、男3人で行くんだったら宮古島かな。でもね、カップルもおすすめだと思う。カップルめっちゃいた。ちなみに男3人でいるやつらマジで俺らしかいない。大体カップルだね。男だけはいなかったな、本当に。家族連れかカップル。だからそういう人にもおすすめだし、男だけでも十分楽しい。でその際にはぜひね、スマホ使わないで観光してみてほしい。そしたらもうスマホなかったらお店の人に聞くとか、なんか普段だったら絶対しないことしなきゃいけないから、その新しい交流生まれて面白いですよ。あとなんか車のカーナビ使ったりね、もう Google マップじゃん基本的に。だから冒険感がやっぱあるよね。そうで3日間ね曇り予定だったんだけど、まさかのね全日程で雨が降らないで、なんとか天気持ってめちゃくちゃ楽しかったですね。なんかマジで宮古島について何も調べないで旅行をしたんで、降り立った時本当に伊良部大橋っていう情報しかなかったんだけど、なんだかんだねめちゃくちゃ楽しかったです。